その1、杉沢村の会。杉沢村は青森県に存在したと言われ、今は地図から消された謎の村。だからどこを探しても場所が特定できないことが今も多くの人の関心を集めています。噂では村人全員が惨殺され封鎖されてしまったとか、古い地図にだけ残る幻の村とも言われているんです。2、犬鳴トンネルと犬鳴村。福岡県にある犬鳴トンネル、その先にあると噂されるこの村は日本政府も立ち入れない村だから、肝試しで訪れた人の多くが謎の手形や奇妙な現象に遭遇すると言われています。この先、日本国憲法通用せずの看板、都市伝説と思いきや現地で異変を体験した人は後を絶ちません。3、牛の首の話。牛の首は日本で最も危険な怪談と呼ばれています。だからその内容を最後まで話すと死ぬとまで言われているんです。ある学校の先生が話し始めた後、バスごと全員が行方不明になったという噂も誰も知らない物語、それ自体が恐怖なのです。4、お菊人形。北海道の万年寺にあるお菊人形、その髪は定期的に切ってもまた伸びてくると言います。だから今も人の髪の毛でできたその髪をお寺の人が整えているんです。亡くなった少女の魂が宿っていると言われ、大切に祀られ続けています。5、座敷わらしの部屋。岩手県の旅館に現れるという座敷わらし、それは見た者に幸運が訪れると言われる子供の霊です。だからその部屋に泊まった起業家や著名人は次々と成功を収めたという話が残されています。部屋のものが動いたり笑い声が聞こえたりするのは彼らが歓迎してくれている証かもしれません。6、富士樹海の神隠し。青木ヶ原樹海はただの森ではありません。呼ばれるように入ってしまうという話が後を絶ちません。だから自殺の名所と呼ばれる一方で神隠しにあったという証言も多数あるのです。霊感がある人はここには結界があるとさえ言います。7、四谷怪談の部屋と止まらぬ時計。東京四谷怪談で有名なお岩さんの霊、その部屋にある壊れた時計はなぜか止まることがありません。だから映画撮影でその部屋を使ったスタッフの多くが怪我や事故に遭ったと言われています。見えない何かが今もそこにいるのかもしれません。追加の八不思議。8、磯の上神宮の側溝神託。奈良県の磯の上神宮では願いを告げたその瞬間に不思議なことが起きると言います。だからその場で奇跡が起きたという人が後を絶ちません。日本最古の神社の一つには目に見えない力が宿っているのです。9、見てはいけない地蔵。全国各地に点在する見返り地蔵や泣き地蔵。正面からその顔を覗き込むと体調を崩す悪夢を見るという話もあるんです。地元の人たちは決して正面から見ないようにしているらしいです。10、映らない鳥居。白谷雲水峡。屋久島の奥地白谷雲水峡にある鳥居、ここでは写真を撮ってもなぜかその鳥居だけが映らないことがあると噂されています。自然に守られた神の領域に人の目とレンズは及ばないのかもしれません。11、無人の鈴の音。9、善光寺街道。長野県にある旧善光寺街道では誰もいないのに鈴の音だけが聞こえてくることがあります。だから旅人の霊が今も歩いているという話が残るんです。音だけが追ってくる夜道、あなたなら振り返れますか。12、笑う狐面。稲荷神社に奉納された狐面の中には時に笑っているように見えるものがあります。だから日によって写真の表情が変わるという人も霊験新たかな証か、それとも遊ばれているのかもしれません。ちなみに霊験新たかとは神仏のご利益が非常に強く顕著な様を表す言葉らしいです。13、八田の鏡のレプリカの呪い。三重県伊勢神宮に伝わる八田の鏡の複製が写した人の体調を崩すことがあると言われています。だから
本殿での撮影や近寄りすぎる行為は避けるべきと忠告されています。神聖なものには触れてはいけない理由があるのです。14、笑う地蔵。村杉温泉。新潟県の村杉温泉にある地蔵は、祈った後に笑ってくれたという話があります。だから多くの病に苦しむ人がここを訪れ、希望の象徴として信じているのです。写真で見ると口元が微笑んでいるように見えることも。15、大山の神隠し登山道。神奈川県丹沢大山にある登山道では戻ってこない人が多いと噂されています。だからそこを歩く人の多くが途中で空気が変わると証言するのです。もしかすると天狗たちの世界に迷い込んでしまったのかもしれません。あなたはいくつの不思議に心を奪われましたか？古くから語り継がれてきた怪異の数々、それらは単なる作り話なのでしょうか？それともまだ誰も知らない真実がどこかに潜んでいるのかもしれません。日常のすぐそばにある非日常の扉。またいつかお会いしましょう。次の不思議でお待ちしています。